はいどうも。では今回は常識と洗脳は紙一重っていうテーマでお話します。まずそもそもですね、洗脳っていうのは、されてる側は自分は今洗脳されてるって気づかないから、洗脳っていうわけですね。まあ自分が洗脳されてるって気づいたら、つまり、認識したら、もうその時点で、洗脳は解けます。だからこそ、どんな人であっても、自分は洗脳を絶対に受けていないとは言い切れないわけですね。で、これを今、聞いてるあなたも、もちろん例外ではないですね。はい。それを踏まえて、自分は洗脳されてるかもしれない、その可能性はあるっていうことを頭の片隅に入れておいてください。ここで一つ、例を挙げます。例えば、古代のエジプトなんかでは、一人の国王に対して、数多くの奴隷がいて、彼らは奴隷っていう民族として、生まれてきて、故に、反乱やストライキ、暴動というアクションを大して起こすことなく、忠実に、働いてたわけですね。で、彼らはそのことに対して、疑問を持たず、それこそが正しいっていうふうに信じてたんですね。なぜなら、自分が生まれた瞬間から、周りの人がずっとその奴隷として、生きることが正しいっていうふうに、言ってきたからですね。つまり、情報源が身の回りの人間しかいなかったからっていうわけですね。現代であれば、スマホやタブレットなどのデジタルデバイスにて、インターネットで、情報を調べる、書籍を参考にする、その道の、プロフェッショナルの、人に聞くなど、要するに、幅広く、情報にアクセスできます。しかしながら、昔であれば、身分の制度があったり、人によっては、文字も読めないと。で、故に勉強もできない。生まれてから死んでいくまで、周りの人が言う言葉しか情報として、得られないっていう状況も、往々にしてあったわけですね。で、そういう状況で、周りの人が、生き方として、もうこれが普通なんだっていうふうに言うわけですね。もうなんなら、そう思わないなんていうのはもう異端者だ。裏切り者っていうふうに、扱われるわけです。そんな状況なら、もう周りの人間を信じるのはもう当たり前なわけですね。で、そのような洗脳っていうのは、もうあらゆる国で、もうなんなら現代でも行われています。だから、人間っていうのは、いかなることでも信じることができるんですね。で、一度強く信じると、それを疑わないと。例えば、昭和の時代の常識など、で、調べてみると、パワハラ、セクハラの類はもう全然問題ない。他には、飲酒運転してもお咎めなし。あとは、タバコなんか、未成年者の購入も可能。挙句、電車、映画館、新幹線、病院など、公共の場で吸っても問題ない。っていう風に、現代、令和の2023年11月、ですね、を生きてる我々からすれば、今挙げたのはあくまでもほんの一例ですけど、明らかにおかしいこと、非合理的なことが当たり前だったんですね。その昭和の時代では。はい。過去の人に対しては、当時こんなことを信じてたんとか、そんなことが常識だったのとか、もっと合理的になれんかったんかいっていうふうに、思うように、今現代を生きてる我々も、数十年後とか、数百年後の人間からは、同じように、この令和を生きてる人間って、どいつもこいつもバカだったんかっていうふうに、あとは、そうですね、情報には、幅広くアクセスできて、生活環境もそれなりに整ってた。散々恵まれてたのに、っていう風に、思われるんでしょうね。例えば、現代、令和であれば、日本の、銀行の預金口座の金利って、年で言うと0.002%ほど、しか、ないのに、大半の人は、引き込んで、もう何も疑わず、銀行のその普通口座に、貯金の大半を預けてるわけですね。あとは、インデックスファンド、含めて、金融投資っていうのは、価格の下落リスクがあって、怖いもんだっていうふうに決めつけてたとか、1日に3食も食べてたとか、自分の健康や睡眠時間を過度に犠牲にしてまで、働く人もいるとか。これらって、令和の時代では割と、常識っていうことになってるんですけど、数十年後や数百年後の人間からすれば、
正気かっていうふうに思われるんだろうなって、個人的には、まあ考えているところですね。では、まあ前置きはこんなところにして、洗脳の、根幹について、掘り下げてみますかね。まあ突き詰めると、まあやはり、まあこうでなければならない、こうあるべきだっていう発想、考え方が該当してくるのかなっていうふうに思うところですね。まあ例えば、あなたは、そのあなたよりも年上の人には、丁寧な対応をして、年下は、あなたを敬うべきだっていうような、考え方を持ってるかもしれないですね。もし、該当するなら、まあおそらく、あなたは今まで生きてきた、環境下によって、洗脳されてます。まあそもそも、そうでない、国や地域が、他に、まあいくつもあるっていうことはもうご存知ですよね。まあ日本語であれば、まあ丁寧語や、謙譲語があったり、まあ無駄にね、もう礼儀を重んじるみたいな文化がありますけど、まあ、海外の人からしたら、そんな変な宗教があるんだ、みたいに、思うわけですよね。まあしかし人によっては、それに全然気づかないと。もうなぜなら、もうがっつり洗脳されてるからですね。で、まあどんな国の人であっても、まあ別の国の宗教や考え方を、否定しないように、教育されていますと。また、テレビなどの、まあ、メディアなんかは、まあ、今あなたが住んでる、国や環境よりもひどいところっていうのは他にいくつもあって、まあ、それらと比べたら、今あなたがいる環境っていうのは、マシなんですよっていうような、価値観を植え付けてくるわけじゃないですか。そして、まあ、具体的にどういうアクションを起こせばよいとか、他のもっと進んでる国はどうなってるとかは、大して報道しないわけですね。まあ、このように、メディアによって、あなたは現状に満足するべきだっていうような情報を、すり込んでくるのも、まあ、これはこれで、ある意味仕方ないかもしれないですね。まあ、なぜなら、まあ、他の国や環境に、移ることを望むような、情報を国民にむやみに与えたら、国、企業、メディアにとっては都合が悪いからですね。で、他にも、国による、洗脳教育はたくさんあります。まあ、例えば、我々って、小さい頃から、お金を稼ぐべきだっていうような、教育を受けますけど、まあ、実際のビジネスの進め方とか、コミュニケーション力の大切さとかは、学校ではそんなことなかなか、言ってくれないじゃないですか。まあ、こんな教育体制である、まあ、国や環境に対して、まあ割と良い、マシな環境だよなって決めつけるのは、もう数百年前、数千年前の、まあ、農民とか奴隷と大差ないわけですよね。で、まあ、現代から数百年後、まあ、西暦で言うなら、2100年とか、2200年とかになるんですかね。そういう世代の子孫からすれば、令和、当時、そんなにインターネットが発達した環境だったのに、優れた教育環境を、普及、提供させなかったっていうのは、もう人類、どいつもこいつもバカだったんじゃないのかっていうふうに、思われるわけですね。で、まあ、他にも、人生っていうのは、辛いものとか、まあ、65、70歳、前後まで週5日働くのは当たり前とか、まあ、一旦冷静に考えて、それは本当ですか？あなたの意思はどうなんですかっていうことですよね。まあ、今まで、大して疑ってこなかった考え方。まあ、つまり、まあ、人生や自分自身、人間関係、教育とか、お金、仕事、結婚や幸福、あとは経済や政治、国や将来について、まあ、これらを、どう考えるかっていうのは、その国を、うまくまとめるため、まあ、ごく一部の、人間にとって都合が良くなるように仕向けられてる可能性っていうのは、ないでしょうかね。で、まあ、世間での、常識や、まあ、固定観念っていうのは、やっぱりね、時代時代でもう必ずと言っていいほど、存在する、まあ、一種の集団催眠のようなわけですよね。で、まあ、そんなもんに無理に合わせる必要なんてないんですよ。まあ、そういう意味では、たくさんの人が、こう、言うなら、もっと、いい加減になってもいいわけですよね。まあ、断言しますけど、まあ、先ほども少し触れた、まあ、これはこうでなければならないとか、こうあるべきだっていうような考え方。まあ、つまり、まあ、過度に真面目であるっていうことは、もはや一種の、悪癖ですよね。もうただただ、他人に利用されるだけです。で、まあ、我々は所詮、まあ、いつか来るであろう、死んでしまう瞬間まで、ただ生きるだけですよ。
その中で、まあ自分が信じるものってもう自分で、決めればいいのではないかっていうふうに、私は思いますね。まあもちろん、法に触れるとか、殺人とか、その他人によほどの迷惑をかけるとかは論外ですけどね。はい。ということで、まあ誰もが、洗脳されている可能性があるっていうことを多少は理解いただけたかなと思います。しかしながら、まあ自分が洗脳されてるってことを認めるのはもうなかなか、簡単なことではないわけですよね。まあなぜなら、それはすなわち、今までの自分の考え方を否定することに、つながってくるからです。まあでも、洗脳されてたっていうのは、まあこれはある意味で、もう仕方のないことなんですよね。まあ例えば、親は親なりに、まあ今まで精一杯生きてきて、まあそんな自分を正当化したくて、彼らなりの、常識を我々若い世代にも、押し付けてくるっていうのが挙げられますかね。で、まあ、ここまで話しても、まあ、自分は洗脳されてるなんてことは絶対ありえないっていう人は、まあ一定数いるんでしょうけどね。まあ、はい。まあ私の立場からすれば、まあ全く異なる宗教、考え方の人を、まあいちいち説得する必要なんてないんですけどね。で、まあ一応、自分が洗脳されてないかどうかをはっきりさせるための、考え方というか、目安としては、まあ3つ、観点があるっていうふうに、私は考えてて、一つはまず、自分の元に入ってくる情報が、事実かどうか。次に、論理的に正しいかどうか。最後三つ目に、自分にとって得かどうかっていうことですね。はい。そして、まあ、洗脳されてたっていうことを自分で認めることができたら、まあ、あなたは、本当の自分を見つめ直すことができるわけですね。まあ、もちろん、まあ、一気に全ての洗脳が解けるなんてことはないんでしょうけど、毎日少しずつ、まあ、いろんな洗脳を解くっていうことは可能です。瞑想なんかも一つの手段ですし、まあ、他の国の人や、他の人の、考え方を、参考にするのもありかと思います。まあ、洗脳を解いたあなたはどのように生きていくのかっていうことですね。まあ、個人的なおすすめとしては、死ぬ瞬間まで、自分が好きなことや興味を持ったことを徹底して打ち込むっていうことですね。もう何でもいいんですよ。転職してもいいですし、世界一周なんかしてみるのもいいかもしれないですね。もうただ、興味があることや好きなことをやってみればいいわけです。まあ、その上で、まあ、そういう、好きなことや興味あることを追求して打ち込んでると、まあ結果として、自分が楽しい思いをするだけでなくて、まあ精神的余裕が生まれることで、周りの人とも良好な関係を築きやすくなって、他人に優しくなれる。まあ、っていう、まあ身の回りの、世界が好循環に、なりやすくなるわけですね。まあ、今までの考え方を変えて、好きなことばっかりして、もし失敗したら、どうしようっていうふうに、心配する人もいるでしょうね。まあしかし、まあ仮にね、失敗したとして、それは良くないこと、ダメなことなんですかね。やっぱり一番良くないのは、失敗を恐れて、まあ何も行動を起こせない、っていうこととか、熱意を、失ってしまうことの方がまずいんではないでしょうか。まあ、つまり、失敗するっていうことを過剰に恐れない方がいいっていうことですね。で、まあ人によっては、まあ、人類全員が、自己中心的な考え方になったら世界はうまく回らないんじゃないかっていうふうに、主張する人も、いるでしょうね。でも別にそんな人に、無理して構う必要はないんですよ。あくまでも、その人たちは、まあ、人類全員が好きなことをしてたら世界がうまく回らない、っていう、宗教の信者である、っていう、ただただそれだけの話なんですよね。まあ自分の考え方に反するような生き方を、目の前でされたら怒るっていうのは、まあ比較的、自然なことです。まあ人はそれぞれ違っていいわけですもんね。だから我々は、人生っていうのは、一回きり、大いに楽しんだ方がいい。好きなことしかしない。退屈なことに時間を費やさない。っていうような宗教を信じてもいいわけですよね。で、まあ、ちなみにですね、人間が死ぬ直前に、後悔すること、ランキング、なんかで調べると、1位は、他人の、期待に沿う人生ではなく、自分の思いに忠実に生きればよかった、っていうことなんですよね。まあ、他にも、仕事第一で考えるんじゃなかったとか、まあ、自分自身を、もっと幸せにしてあげればよかったっ
っていうようなことを、思いながら死んでいくわけですね。っていうのを踏まえて、どのように生きるか。その全てを最終的に決めるのは、あなた自身なわけです。はい。ということで、今回の締めくくりになるんですけど、常識は一応頭に入れつつ、固定観念にとらわれず、柔軟な発想を持ちましょうっていうことになります。言い換えるなら、子供の頃の、純粋な心を取り戻すことで、見えてくることもあるっていうことですね。はい。付け加えるなら、あなたの周りの人って、あなたのことを、それほど、気にかけてない可能性高いですし、周りの人間が、あなたをどのように思うか、なんていうことは、大した問題ではないんですよね。あなたはあなたです。自分自身を見失わないように、良い人生を。では、今回は以上になります。ご清聴ありがとうございました。ではまた次回よろしくお願いいたします。